ドイツからグーテンターク、おばあちゃんキッチンへようこそ。今日はドイツ人から教わったやり方でカルトッフェルプッファー、またの名をライベクーヘンというんですけれども、日本語で訳せばじゃがいものおやきですね、を作ってみたいと思います。そしてそれにとてもよく合うリンゴムースを作ります。以前スイスのおやきをご紹介したんですけれども、よくそれと似ています。でもちょっと違うところもあるので、動画を最後まで見てくださいね。まずじゃがいもなんですけれども、2人分作りますので、だいたい 500g、 皮を剥いた状態で 500g ぐらい使います。玉ねぎは半分使います。やはり私は今日はいつものように中の芯を取りますと、下を切り取ります。だいたいこの大きさでしたら半分ぐらい使います。卵1個全卵使います。それから片栗粉を大さじ1杯使います。片栗粉っていうのはドイツではカルトフェルメールを使っています。そしてこの片栗粉を使わないでもね、じゃがいもから出た水分に沈殿した白い物体でも OK です。それがでんぷんですので、それを使っても大丈夫です。それから塩コショウ少々っていうか、塩は結構じゃがいもの料理の時は使います。塩をね節約すると美味しくないんですよね、じゃがいもの場合は。ですから今日は割と塩が少なめの私の料理もこのじゃがいもの料理の時には結構使います。そして黒胡椒も使います。リンゴムースですけれども、市販のものもとても美味しいので、そちらを使ってもいいと思うんですけれども、リンゴがたくさん手に入ったような時に自分で作って煮沸した容器に入れて保存しておくと良いですね。何が良いかっていうと、何といっても安心だからです。防腐剤も入れませんし、それに自分が好きなリンゴを使ったり甘さに調節できますのでね、とてもいいと思います。後半に作り方の画像を入れますので、よろしければそちらもご覧くださいね。じゃがいもはまず洗って皮を剥いて水の中に入れておきます。そして今度は玉ねぎを切ります。本当はね、これはするんですけれども、私は今日はフードプロセッサーを使ってしまうと思うんです。ですからこのぐらい小さく切っておきます。本来はね、このようなおろし器ですります。ここですね、すりおろすんですけれども、今日はフードプロセッサーを使ってします。先ほど水につけておいたじゃがいもをざるにあげます。そして水気を取ります。そしてフードプロセッサーに入るぐらいの大きさに切ります。これも本当は切らないですりおろした方がいいと思うんですけれども、これでもうまく上手にできますので、今日はフードプロセッサーでします。すりおろし器ですりおろすのが本当はベストだそうですけれども、普通はそういうふうな使い方をするんですけれども、私は今日はフードプロセッサーを使います。フードプロセッサーを使う時にちょっと注意した方がいいのは、じゃがいもや玉ねぎっていうのは酸化するとじゃがいもの場合は黒くなるし、それから玉ねぎの場合は苦くなるので、この作業はささっと速やかにする必要があります。じゃがいもからすりおろします。そして玉ねぎは一番最後になります。すりおろしたものをざるに入れます。そしてこれをギュギュって押して水を出します。スイスのおやきの時にはこの水を出すのをものすごく布巾を使ったり手で絞ったりしてすごく絞らなければいけなかったんですけれども、このドイツのおやきの場合はそれほど気にしなくても大丈夫です。カルトフェルメールを入れますので、カルトフェルメールっていうのは片栗粉ですね。片栗粉を入れるので卵も入れますし固まりますので、それほど神経質に水分を取らなくても大丈夫です。
そしてこのように水が出てきますので、これをそーっとしておくと、ここにでんぷんが沈殿しますよね。だからそれを使ってもいいです。でもちょっとその取り方が難しいの。ほら、こんな風にするとここにでんぷんがたまるんですよね。見えるでしょうか。でこれよく上手な人はこれを使うらしいんですけれども、我が家の場合はこの代わりに片栗粉にしてしまっています。そしてその教えてくれたドイツ人もこんなことしないで片栗粉を使うって言ってました。メールを使うって言ってました。メールっていうのは小麦粉ですね。小麦粉を使うって言ってましたけど、このでんぷんの代わりになるのも私は片栗粉の方がじゃあ片栗粉って片栗ってドイツのカルトフメルっていうのはじゃがいもから作ったものなんですね。ですからカルトフメルで代用しています。その方がずっと簡単です。そしたらこの中にじゃがいもをすりおろしたじゃがいもと玉ねぎを入れて、そして卵を1個入れて、そして片栗粉を入れるんですけど、その前に塩を1つまみ、それから2つまみ入れて、そして黒胡椒ですね。これも他に調味料入れないので、これをしっかり入れます。私はすごくたくさん入れます。このくらい入れます。片栗粉ですね、大さじ1杯入れてかき混ぜます。フライパンに油を敷いて温めます。でこの時にあまり煙が立つぐらい熱くしないのがコツです。っていうか中火で焼きます。片面こんがり焼けてきましたのでひっくり返しました。そしてもう一つの面の方もこの色に仕上げます。そしてこんがり焼けたらこのように器に、私はこの網を張ったものの中に入れるんですけれども、それがない場合はキッチンペーパーでこのように余計な油を取るといいと思います。そしてアップルムースを添えて出来上がりです。美味しくて簡単な食事になりますので、ぜひお試しくださいね。我が家ではね、おやつに食べる時にはアップルムースの代わりに甘く煮た素振りのソースをかけたりしていますけれども、素振りっていうのはヨハネスベーラジェレーですね。ジャムみたいなものをつけて食べたりしますけれども、よろしければお試しください。素振りのソースの場合にはね、本当に甘くておやつって感じになります。じゃがいもと油って本当によく合いますし、りんごのムースのほんのり甘酸っぱさが美味しさを増してくれます。それでは引き続きりんごムースを作りますので、よろしければどうぞご覧ください。今度はりんごのムースを作ろうと思います。材料ですけれども、りんご 1kg、水 100ml、レモン汁半分、シナモン小さじ1、バニラ砂糖を1袋 8g 入りです。今日作るのはりんご 1kg なんですけれども、もっとたくさん作りたい場合にはこの割合で分量を多くして作ります。まずりんごを洗って皮を剥いて小さく切ります。そしてこれをどんどん鍋に入れていきます。このように皮むき器で剥いてもいいと思います。そうすると早いかもしれない。ちょっとね、これで剥くと厚く剥けるんですけれども、皮
が厚く取れてしまうんですけれども、これでもいいと思います。でこの芯を取って小さくしますけれども、皮はね必ずしも剥かなくてもいいと思います。私ワックス加工がしてあることもあるので、この皮ですね、だから洗っても取れないことがあるから一応剥きますけど、もしワックスのついてないリオのリンゴが手に入ったら皮はつけたままの方がいいかもしれません。ザクザクと1キロ切りましたので、ここシナモンを小さじ1杯入れます。レモン汁をかけます。半分です。でバニラ砂糖を1袋入れて、水を 100cc 入れて、これを弱火で20分ぐらい煮ます。20分弱火で煮ました。柔らかくなりましたので、今度はハンドミキサーでピュレ状にします。ピュレ状にしました。これをねこしたりしないで、私は少しつぶつぶが残ってるんですけれども、この方が美味しいと思うのでこのままにします。でもしこれが気になるようでしたら網でこせばいいんですけど、大変ですし、そういうことをするのは簡単に味さえ良ければいいと思って、これで瓶詰めにします。保存します。このような空き瓶を煮沸して、そして私は使っていますけど、保存容器だったら何でもいいと思います。そして蓋をして、ここに今日の日付を書いて、そして保存します。保存する時にですね、一度ね、もし長いこと保存するんでしたら、このようにひっくり返して少し置いておくといいと思います。自家製のアップルムースは何といっても甘さを調節できることですよね。自分の好きな味に仕上げられるっていうことです。リンゴによっても甘さが違うのでね、その時その時作りながら味見をしながら作れるので、すごくいいと思います。このアップルムースってさっぱりしているので、油っぽいおやきにとっても合って美味しい一品になります。アップルムースはね、市販のものにもすごく美味しいものがありますので、必ずしも自分で作る必要はないかもしれませんけれども、先ほどでも言いましたけれども、ホームメイドだと砂糖の量も加減できますし、どんなリンゴを使うかも自分で選べますし、安心して食べれますよね。簡単にできるので、ぜひ作ってみてくださいね。いかがでしたでしょうか。ドイツのじゃがいもおやきもリンゴムースもとっても簡単にできますので、我が家ではじゃがいもを買い置きしておいて、食べたい時にいつでもささっと作っていただいています。アップルムースももちろん作り置きしておいて、その都度出して食べています。ただね、あまり美味しいからって言ってしょっちゅう食べるわけにはいきませんよね。油を使いますので、どうしても健康面でどうかと思いますが、たまに作ると美味しさもますます増加します。家族もとっても喜びます。この動画が良かったと思われた方は、ぜひいいねクリックお願いします。それからチャンネル登録がまだの方も登録していただけたらとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さんお元気で。チュース。